こんにちは。今日はエレガントな感じのプルオーバーを作っていきます。四角形を2枚作って、その肩と脇を縫い合わせて作ります。それが本体になります。とても簡単なので、よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はナスカさんのエブリデイヤンエブリデイソリッド。色は30番で波太でだいたいこれぐらい。私は今回8号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。これは Amazon で買いました。このエブリデイと検索すると出てきます。説明欄に URL を書いておきます。これは 100g ですごく編みやすい糸です。で、毛玉になりにくい感じです。この糸を使って編んでいきます。太さはこんな感じでだいたい 2.5mm ぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。まず本体になる四角形を作っていきます。ここから鎖を編んでこの向きに編んでいきます。見やすいように向きを変えます。ここから鎖を編んで細編み、模様編みと編んでいきます。まずこの最初の鎖の数について、この長さはお好みですが、私はだいたい50から55センチ。鎖67で編んだ場合、67で編んだ場合、だいたい52センチ。これはもっと長くしても大丈夫です。よりエレガントな感じになります。この鎖67で編んでいきます。サイズの変更や違う糸で編む場合には、この長さを参考にしてもらって、で鎖の数を決めていきます。この鎖の長さは6の倍数プラス1。好きな長さまで鎖を編んで、それを6の倍数プラス1にします。まず鎖を編んでいきます。最初の糸端は少し長めに残しておきます。後でこの糸で脇を縫うことができます。途中からスタートします。でここはゆったりと編んでいきたいので、少し太めの針で編んでいきます。あれば少し太め、なければ本体を編む針でゆったりと編んでいきます。でこのまま6の倍数プラス1まで編んでいきます。私は鎖67。1段目は細編みをしていきます。針を太い方から本体を編む方に変えます。細編みをするので、鎖1つ、かぎ針から1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをします。かぎ針から1、2、細編み、次も細編み、次もこのまま端まで細編みを続けます。端まで編んできました。この細編みの状態で長さはだいたい55センチ。次は長編みをしていきます。まず鎖3つ。1、2、3。この鎖はゆったりではなくて普通ぐらいか少しだけきつめの方がいいと思います。裏返します。鎖の根元はここ。この次に長編み。隣にも長編み。
次もこのまま一つに一つずつ長編みをしていきます。端まで来ました。次は3段目、鎖3つ裏返します。足元2つ飛ばして3つ目に長編み123、長編み鎖、同じところに長編み、また鎖1つ同じところ、これで長編み3つ、間には鎖、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、これを繰り返していきます。また足元2つ飛ばして3つ目、鎖、長編み、鎖、長編み、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、こんな感じで編んでいきます。123、鎖、鎖、これで端まで編んでいきます。3段目の端まで来ました。これが最後の長編み3つ。次は足元2つ飛ばして3つ目。3つ目はこの鎖の下から3つ目。ここに長編みをします。この時上が2本で下は1本。この状態で長編み。これで端までできました。次は4段目。また鎖3つ、3、裏返して、ここと同じように編んでいきます。この真ん中の長編み、ここに同じように長編み、鎖、長編み、鎖で長編み、これで同じ模様ができました。長編みの上には長編み、また真ん中、これで端まで編んでいきます。4段目の端まで来ました。また鎖の下から3つ目、最後の長編み、この4段を繰り返していきます。次はこの部分、細編みをしていきます。鎖1つ裏返して、鎖の根元に細編み、次はこの長編みの上、次はこのスリット、次は真ん中の長編みの上、スリットで長編みの上で長編み、次もここ、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 ここと編んでいきます。
この細編みがこの部分、次はこの長編み、端まで編んで鎖3つ編んで長編みで、次はこの長編み3つ、これを繰り返していきます。これがこの部分、これは13段編んでいきます。長さはだいたい18センチ、これぐらいになるまで編んでいきます。13段編んできました。13段目はこの細編み、ちなみにこの長さは軽く引っ張って測って18センチ、これが13段目で、14段目の途中まで編んでいます。14段目はこっちから編んでいます。で、表と裏を確認します。この長編みが表の方が表で、こっちは肩で、こっちは襟ぐりになる方、後で迷子になるのでマーカーをつけておきます。こっちが表の肩、襟ぐり、次はここから編んでいって襟ぐりを作ります。こっちで見るとここの部分、ここが13段目、14段目と編んでいきます。で、こっちは後ろの首に当たるところ、少し低くします。で、この減らす数は6個、細編み6個減らします。1、2、3、4、5、6、6個減らしてここまで長編みをしていきます。この長編みの上までこの長編みの上で、次はここからと鎖3つ戻ります。次はこの部分、1、2、3で裏返して、また同じこのまま同じように端まで編んでいきます。こっちは裾で、この範囲で編んでいきます。そうするとこの部分が襟ぐりになります。この長さは15段でだいたい22センチぐらい、これぐらいの長さにします。15段22センチぐらいで、このまま編んでいって、この部分で高くします。この部分を後で説明します。で、この部分を編んでいきます。この長編みから数えて15段編んできました。最後はこの長編み3つ、2段の2段目、長さは少し伸ばして測ってだいたい23センチで、サイズの変更やあと違う糸で編む場合にも、最後はこの長編み3つの2段目にします。次はこの部分、こっちで見るとこの部分、この少し長くする部分をしていきます。この幅はこっちと同じ13段。次はここを編んでいきます。この長編み3つのところからで、ここから鎖を編んでいきます。この鎖の数はこっちと同じ。こっちは1、2、3、4、5、6。こっちの鎖も6個。で、この鎖はゆったりと編んでいきます。
1、2、3、4、5、6、6個で、次は細編みをしていきます。鎖1つと裏返してで細編みをしていきます。かぎ針から1、2裏返して細編み1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、6個目の細編みで、この長さがこっちとだいたい同じになる方が後できれいにできます。でまた細編みを続けます。こっちに移ってまずこの長編みの上細編みで、次はここからは今までと同じです。このまま端まで細編みをして、この裾の部分でまた鎖3つで長編みをしていきます。で長編みをしたらこの最後の長編みにも長編みを編んで鎖3つ、これを繰り返していきます。で13段、こっちと同じ幅だけ編んでいきます。最後は細編みにします。ここから13段編んできました。最後は細編みになっています。これで基本の形ができました。これにもう少しプラスすることがあって、今この状態、さらにこの間だけ3段プラスすると、この袖ぐりがゆったりとしていて着心地が良くなります。上から測って19センチ、この19センチから下まで3段だけ編んでいきます。こんな形でプラスします。このマーカーをつける位置はこの長編みの上、ここにマーカーをつけます。肩から測って15センチとか20センチぐらい、この部分があるので少し短めで大丈夫です。私は19センチにしました。今裾から糸が出ているので、ここから続けて編んでいきます。今細編みなので、次は長編み1、2、3、長編みをしていきます。これも今までと同じ長編みを続けていって、ここまで編んでいきます。マーカーのところまで来ました。マーカーのところにも長編みをします。この長編みの上、こっちは袖ぐりになって、こっちで鎖3つ、ここと同じように編んでいきます。裏返して鎖、今までと同じように編んでいきます。端まで編んでもう一段で、全部で3段編んでいきます。3段編んできました。最後は
長編み3つ、長さは少し伸ばした状態でだいたい5センチ、糸は切っています。今作ったのは後ろ身ごろ。前身ごろの作り方はこの部分の長さだけ違っています。あとは全部同じ。後ろ身ごろは細編み6個、前は12個、それだけ違っていて、あとは全部同じです。なのでここまで編んできて、上から12個下がって、ここから往復編みで、またここで鎖12個、12個増やして往復編みで、こういう同じように編んでいきます。次は肩を縫い合わせていきます。今ここは裏、こっちは表、表と表を合わせます。で揃えて、ここから縫っていきます。この長さの3倍から4倍、新しい糸4ぐらいで切って、今手前から糸が出ています。このまま向こうの2本の糸の下で手前に戻って、この2本の糸の下で、向こうは同じところで、これでつながりました。で次はここに細編みがあります。この細編みに1つ、で次から長編みがあります。この長編み1つに2回ぐらい針を通してで縫っておきます。で次はここに2つ、大体で大丈夫です。でずれないように端まで縫っていきます。でここまで縫っていきます。端まで行きました。最後は同じところにもう一度、あとはほどけないように隠していきます。これで
これで肩がつながりました。反対側も同じようにつなぎます。次は脇を縫い合わせていきます。こっちが裾で、こっちは袖ぐりになるところ、裾から脇の下まで縫っていきます。今裏が上になっていて、内側は表になっています。で、片方は一部高くなっていて、こっちはまっすぐで、ここからここまで縫っていきます。で、ずれないように大体で模様を揃えて、クリップとかマーカーとかで仮に固定します。で、こことここで、今手前から糸が出ています。向こうはこの鎖の1、2、3、このまま上が2本の状態で、また手前に戻って、向こうは同じところで、ここからこの2本の糸の下をすくって1個ずつ合わせていきます。次はこことここ、でこのまま一つずつ合わせて、この角まで縫っていきます。で、最後は肩の時と同じようにほどけないように糸端を隠します。肩と脇がつながって袖ぐりができました。次は細編みで一周します。今表が上になっています。で、この脇の下からここには長編み3つ分、長編み3つに2つずつ細編みをしていきます。まずこの真ん中ぐらい、新しい糸、で同じところ鎖1つと細編み、これが1つ目。この長編みのこっち細編み1つ、次は角になっています。ここから糸を出して、ここからも糸を出して一度に引き抜いてカーブを作ります。次はここで、ここを細編みにしてしまわないで、次のここ糸を出して、これを一度に引き抜きます。これでカーブができました。次からは一つずつ、全部一つに一つの細編みをしていきます。この細編みはきつくならないように編んでいきます。で、このまま一周します。ぐるっと編んで、ここまで、ここからスタートして角の手前まで来ました。ここが角になっています。この角の手前、ここから糸を出して、次はこの細編み、こことここから糸を出します。まずこの角の手前、糸を出します。
次はここに細編みがあるので、ここ一度に引き抜いてカーブができました。次からこの長編みの上に2つで、ここは最初に細編み1つ編んだところ、もう1つ編んで最初の細編みにつなぎます。少し長めに切って最後の細編みから糸を抜きます。で、これが最初の細編み。最初の細編みの手前から2本の糸の下引き締めて、でこれが最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れます。で裏に出して整えて、でここに最初の糸端があるので、ここと結んでおきます。であとは目立たないように隠します。で反対側も同じように細編みで一周します。で次はこの襟ぐりを編んでいきます。で目立たないところからスタートします。ここは縫い合わせたところで、上が2本になるようにで細編みをしていきます。鎖1、細編みで1つ目、次からも1つに1つずつで、この細編みは一旦ここで頭を通してみて、ちょっとこの襟ぐりが広い時にはきつめに編んでいきます。それでちょっと調整できると思います。で私は多少伸びるので少しきつめに編んでいきます。で袖の時は普通ぐらいで、襟ぐりの時はきつめにします。でこのまま角まで編んでいきます。角の手前まで来ました。ここが角で、その手前の細編み、ここから糸を出します。もう一つはこの長編みの下の方、ここから糸を出して一つにします。で大体で大丈夫です。多少ずれていても大丈夫です。これが角。次はこの長編みと目立たないように、これを一度に引き抜いてカーブができました。で次はこの長編みのもう一つ、これでここに2つ細編みができました。またこの鎖3つに2つ、次も2つ、1、2でここには細編みがあります。
細編みには1つ、次からまた長編み2つ2つと編んでいきます。角まで編んでいって、でここには細編みのところ、ここは長編み、この長編みのこっち側に糸を出して、この細編み、ここからも糸を出して2つを1つにします。こことここで、また細編みの上に細編みで、ここは縫い合わせたところずっと編んでいって、ここも角になっています。こっちが細編み、こっちが長編み、この細編みのここ、角の手前、こことこの長編みの下の方で2つを1つにします。で長編みに2つずつ、ここもこの長編みのこっち、この細編み、こことここを1つにします。ぐるっと編んでここまで戻ってきます。襟ぐりを細編みで1周してきました。これが最初の細編み。ここに引き抜いて、もう1周だけ細編みをしていきます。鎖1つ、根元に細編み、マーカーをつけて、このまま細編みをしていきます。全部1つに1つずつ、ここも全部1つに1つずつ、全部1、3と編んで1周します。細編みの2周目を編んできました。これが最後の細編み、これが最初の細編み。さっきと同じように針で始末します。少し長めに切って、最後の細編みから糸を抜いて、で手前から向こう、最後の細編み戻って裏整えて、あとは裏で隠します。最後はこの裾、この部分を編んでいきます。最後に裾に縁を編んでいきます。目立たないところからスタートします。ここが袖ぐりで、ここは縫い合わせたところ、ここには細編みがあります。この細編みからスタートします。で今表が上になっています。新しい糸、で細編みをしていきます。これで細編みに細編み、次はこの鎖、細編み2つ編んでいきます。襟ぐりの時と同じです。次も2つ、でこのまま1周します。でこの細編みは6の倍数にします。でちょうど6の倍数にならないので、目立たないところでところどころ細編みの数を増やして全体で6の倍数になるようにします。で細編みの数を減らすのではなくて増やして6の倍数にします。細編みで1周してきました。最初の細編みに引き抜きます。次はここと同じ模様を編んでいきます。この長編み3つと3つと細編み、ここと同じようにこれから編んでいきます。まず鎖3つ、1、2、3、
足元2つ飛ばして3つ目に長編み3つ。ここもあまりきつくならないように編んでいきます。1、2、3。次また1、2、3。1、2、3。これで1周します。長編み3つで1周してきました。最初の鎖3つ、下から3つ目に引き抜きます。でもう1周この長編み3つ、1、2、3。この真ん中で今までと同じです。で長編みの上に長編み、これでもう1周します。2周目を編んできました。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。次は細編み、鎖1つと根元に細編みで、さっきと同じ長編みの上に細編み、スリット、長編みの上スリットで長編み、これを繰り返して1周します。1周したら最初の細編みに手前から向こうに針を入れて、最後の細編みに引き抜いて、で糸始末をします。で他の糸も出ていたら糸始末をして終わりです。これで出来上がりました。着る時にはこんな感じになって、とても可愛いシルエットになります。模様はこんな感じで、裾にも模様編みをしました。とても綺麗な模様になっています。襟ぐりは前も後ろも深くして、首元が綺麗に見えるようにしました。袖ぐりはこんな感じ。ここが脇の下にあたる部分、ここに余裕分を作ったので、とても着心地が楽です。後ろはこんな感じで、サイズを測りました。上から下まで59、横幅65、襟ぐり73、袖ぐり44。使った糸の重さは 270g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。